第3章ヨーロッパ旋風ロンドン、パリ、ベルリン完売の奇跡。2025年7月、藤井風は初のヨーロッパツアーを開催。その結果は音楽業界の常識を完全に覆すものでした。このショーではヨーロッパ各国での熱狂的な反応と現地メディアやファンの生の声を詳しくお伝えしていきます。ロンドン公演の奇跡。2025年7月6日と7日にロンドンの O2 シュパーズブッシュエンパイアで2公演を開催。いずれもソールドアウトとなりました。これは日本人ソロアーティストとして史上初の快挙でした。イギリスの音楽メディアは現地リポートで Many describe Kaze's music as fresh yet familiar, and this show made that clear in a very literal sense. 多くの人が風の音楽を新鮮でありながら親しみやすいと表現しているが、このショーはそれを文字通り明確に示した。ロンドン公演の参加者からも非常に印象的だったとの感想が寄せられています。マンチェスター出身でロンドンに住むエンジニア29歳は19年間様々なアーティストのライブに通ったが、今夜ほど声だけで涙を流したことはない。藤井風の歌声は言語や文化を完全に超越している。この投稿は X で48時間で2万回以上リツイートされました。パリ公演での感動エピソード。7月10日、オランピア劇場で行われたパリ公演では藤井風がフランス語で挨拶したことで会場は大きな歓声に包まれました。スイスのニュースサイトはモントルージャズフェスカジノステージでの藤井風の公演について、藤井風がカジノの観客を魅了と報じました。パリ在住の音楽評論家藤井風はカジノの観客を魅了した。彼はユニークなアーティストだ。パリ公演に参加した現地ファンの声。フランス人大学生22歳。日本語は理解できないが藤井風が歌うと涙が出る。音楽に翻訳は必要ない。感情がそのまま心に届くと感動の声が数多く寄せられています。ベルリン公演の熱狂。 EU ツアー初日の7月1日、アドミラルスパラス会場で行われたベルリン公演では同様の熱狂が起こりました。ドイツの一般ファンの投稿では感情と技術の融合が完璧との声が見られました。ベルリン在住の音楽プロデューサー、彼の音楽は感情と技術の完璧な融合だ。ドイツ人ファンのエンジニア35歳。普段はクラシック音楽しか聴かないが藤井風には完全に感動させられた。アムステルダム公演。7月12日、オランダロッテルダムではノースシージャズフェスティバルに出演。オランダ王室の関係者も観覧に訪れ大きな話題となりました。オランダの音楽メディア藤井風はなぜ J-POP が世界を征服しているかを示したオランダ人ファンのデザイナー28歳。彼のピアノスキルとその歌声の組み合わせはまさに別世界的だとの声を寄せています。各国メディアの総評。ヨーロッパツアー終了後、各国の主要メディアが総括記事を掲載しました。海外主要紙藤井風のヨーロッパツアーは真の芸術性が全ての境界を超越することを証明した。国際ポップの高度を再定義する音楽現象。藤井風はグローバル化した音楽世界での申請性の機能を示していると報じています。ファンコミュニティの成長。ヨーロッパツアーをきっかけに各国でファンコミュニティが急速に成長しました。レディット R 藤井風のヨーロッパ支部モデレーター。ヨーロッパツアーが全てを変えた。私たちのコミュニティはわずか2ヶ月で500人から1万5000人に成長した。このヨーロッパでの成功はアジア太平洋地域のファンたちにも大きな影響を与えました。第4章ではアジア太平洋地域での熱狂的な反応を詳しく見ていきます。第4章アジア太平洋圏爆発。 This is crazy but anything for Fuji Kaze. クレイジーだけど藤井風のためなら何でもするよ。アジア太平洋地域での藤井風人気はまさに爆発的という言葉がふさわしいものでした。このショーでは東南アジア、オセアニア、そしてインドでの驚愕の反応を詳しく分析していきます。タイでのバイラル現象。全てはタイから始まりました。2022年7月、死ぬのがいいわがタイの Spotify バイラルチャートで1位を獲得。これが世界的ブレイクのきっかけとなったのです。
タイの音楽メディアは、楽曲はタイ人を理由もなく泣かせるバンコク在住の大学生21歳。初めて聞いただけで心に残った。意味はわからないのに、タイでの人気は他の東南アジア諸国にも波及しました。マレーシアでの熱狂。クアラルンプールで開催されたベストオブ藤井風2020-24アジアツアーでは想像を超える熱狂が起こりました。現地参加者の証言。風は何度も観客とアイコンタクトを取り、国際的な観客と一緒にいる体験を愛しているように見えた。マレーシア人ファンの教師26歳。このコンサートのためだけにペナンからクアラルンプールまで来た。お金を払う価値があった。同公演にはアメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、タイ、フィリピン、シンガポールなど様々な国からファンが集まりました。オーストラリア人ファン28歳。こんなのクレイジーだけど藤井風のためなら何でもするわ。このような熱狂コメントで溢れています。シンガポールでの記録的成功。シンガポール公演は大規模会場で開催され、多数の観客を動員したと報道されました。海外主要紙藤井風のシンガポールコンサートは異文化間音楽コミュニケーションのマスタークラスだった。現地参加者の銀行員32歳。普段はコンサートで泣いたりしないが、優しさを演奏した時は我慢できなかった。フィリピンでの文化的インパクト。マニラ公演についてはビルボードフィリピンが詳細なレビューを掲載。藤井のような人物によって擬人化された音楽の最高傑作を目撃する稀な機会。生まれながらのパフォーマー。一生に一度のアーティスト。フィリピン人ファンの看護師24歳。彼の音楽がパンデミック中に私を助けてくれた。ついに生で見ることができて夢が叶ったよ。インドネシアでの SNS 現象。インドネシアでは TikTok を中心とした SNS 現象が起こりました。インドネシアのエンターテインメントメディア藤井風は魔法のような声でインドネシアの音楽ファンの心を魅了した。ジャカルタ在住の大学生20歳。クラスメート全員が死ぬのがいいわを知ってる。オーストラリア、ニュージーランド、オセアニア地域でも大きな反響がありました。シドニー公演参加者のオーストラリア人の IT 企業勤務35歳。人生で数百のコンサートに行ったが、これは間違いなくトップ3。彼の声の感情はただただ信じられない。メルボルン在住の音楽教師29歳。今は授業で藤井風の音楽を使っている。生徒たちが大好きなの。ニュージーランドの音楽ブロガー藤井風は、私が本物の音楽で愛する全てを表している。偽りはなく純粋な芸術だけ。インドでの驚愕の人気。インドでも大きな人気を獲得しています。ムンバイ在住のインフルエンサー。インドから愛を。彼の音楽は全ての文化的障壁を超越する。デリー在住の IT 企業勤務31歳。Spotify のおすすめで彼を発見した。今は彼の音楽のおかげで日本語を学んでいる。韓国での特別な反応。韓国では K-POP ファンからの流入が特徴的でした。ソウル在住の大学生22歳。最初は K-POP だけ聴いていたが、藤井風を知ってから J-POP にも興味が生まれた。韓国の音楽評論家藤井風は K-POP とは全く違う魅力がある。より個人的で真摯だ。専門家による分析。アジア音楽市場の専門家、国立大学の音楽社会学教授藤井風のアジアでの成功はパラダイムシフトを表している。もはや西洋の承認ではなく、真の意味でのアジア間文化交流についてだ。音楽配信データ会社レポートによると、東南アジアでの藤井風のストリーミング数は前年比 1200% 成長している。このアジア太平洋地域での圧倒的な支持は音楽の専門家たちにどのような評価をもたらしているのでしょうか。第5章、音楽専門家絶賛の嵐。一世代に一度の才能。世界が認めた真の実力。この章では世界の音楽業界で最も影響力を持つ専門家たちが藤井風をどう評価しているかを詳しく分析していきます。グラミー賞関係者の評価。グラミー賞プロデューサー部門関係者。風のプロダクションクオリティはアメリカのトップアーティストに匹敵する。細部への注意が非常に素晴らしい。レコーディングアカデミー国際部門責任者藤井風について最も印象的なのは彼の神聖性だ。作
作られた音ばかりの業界で、彼は真に独特なまま残っている。海外の音楽大学の分析。音楽教育機関教授藤井風は、文化的アイデンティティを妥協することなく、アジア系アーティストが世界市場で成功する新しい道を切り開いている。作曲学科教授。彼のハーモニー進行は洗練されているがアクセスしやすい。少数のアーティストしか達成できない完璧なバランス。著名プロデューサーたちの評価。アメリカの海外アーティストプロデューサー、業界最大のビッグネームとも仕事をしてきたが、藤井風には教えることのできない特別な何かがある。純粋な直感だ。映画音楽プロデューサー。彼のソングライティングアプローチは爽やかに正直だ。トリックはなく感情的な真実だけ。世界的アーティストからの称賛。アメリカのアーティストは自身のインスタグラムで友人を通じて藤井風を発見した。この男は本物だ。純粋な芸術性。この投稿には24時間で50万いいねがつきました。イギリスのアーティストも X で音楽に言語はない。藤井風は演奏するたびこれを証明している。美しい魂、美しい声。クラシック音楽界からの評価。ヨーロッパで活躍する指揮者。彼のピアノテクニックはクラシックの訓練と現代的感性を組み合わせている。独学の音楽家にとって非常に注目すべきことだ。 EU の交響楽団首席ピアニスト。多くのクロスオーバーアーティストを聞いたが、風のクラシック要素へのアプローチは真に洗練されている。ジャズ界の重鎮からの評価。音楽賞受賞ジャズピアニスト。風は多くの訓練された音楽家が理解しないような形でジャズハーモニーを理解している。彼のフィールは自然だ。北米のレコード会社 A&R 責任者。もし彼がジャズアルバムを作りたいなら私たちが最初に並ぶだろう。 R&B 界からの絶賛。ザ・オクエンドのプロデューサー藤井風のボーカルコントロールと感情的デリバリーは偉大な R&B レジェンドを思い出させる。彼はその稀な才能を持っている。フランク・オーシャンのラボレーター。彼のノートとフレーズの曲げ方はディアンジェロの最高作品を思い出させる。純粋なソウル。音楽学者研究者の分析。アメリカの音楽大学音楽学部教授。風は世界音楽の新しいパラダイムを表している。彼の成功は芸術における文化的境界の伝統的概念に挑戦している。イギリスの大学機関音楽研究所博士。民族音楽学の観点から藤井風の作品は現代のアーティストがいかに文化的神聖性を維持しながら世界的魅力を達成できるかを実証している。音楽批評家の評価。北米音楽専門誌の主任音楽評論家。過度にプロデュースされたポップの世界で風のオーガニックなアプローチは革命的に感じる。彼はそれを努力なしに見せている。グローバル音楽誌アジア音楽担当藤井風は文化的境界を超えるだけでなくそれを完全に消去する。彼の音楽は地理を超えた空間に存在している。音響技術者エンジニアの評価。グラミー賞受賞レコーディングエンジニア。彼のボーカルパフォーマンスのダイナミクスは信じられない。彼は空間と静寂の生来の理解を持っている。音楽配信プラットフォーム評価。Spotify グローバルコンテンツ部門。Spotify での藤井風の成長は日本人アーティストとして前例がない。彼の異文化への魅力は注目すべきものだ。Apple Music アジア太平洋地域部門。データは風の音楽が全ての人口統計グループで等しく響いていることを示している。それは極めて稀なことだ。この圧倒的な専門家からの評価を背景に藤井風は世界最大級の音楽フェスティバルへの出演を果たしていきます。次回の藤井風シリーズ最終編では第6章 This is magic. これは魔法だと現地が熱狂レポートした2025年8月音楽界の頂点ともいえるアメリカ最大級の音楽フェスティバルロラパルーザ2025出演についての熱狂ぶりをお届けします。第7章では世界各国の SNS リアクターたちの感動的な反応ぶりを詳しく見ていきます。そして最終の第8章では藤井風のグローバルインパクトをデータで完全解剖して海外の称賛と感動の総まとめを行います。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますのでぜひお願いします。またあなた